こんにちは、MD ジャックです。今回はご覧の通り、イントラコンカ型のイヤホンです。こんにちは、アイです。イントラコンカとかインナーイヤーってやつですね。このチャンネルではめったに扱いませんね。そうだね。初めてかもね。今回は結構本音というか、ネガティブなことも言いますが、最後までご覧いただければ、スメイバ M0 を手に取ってみたくなるんじゃないかな、と思います。なんだかちょっといつもと違いますね。ワクワク。スメイバの方からご連絡いただいたのが7月で、M0 というタイプをサンプルで送っていただいたんだけど、輸送に1ヶ月以上かかって9月中旬にようやく到着したんだわ。じゃあ、早速見ていくよ。はい。M シリーズの特徴は別売のドライバーユニットを自分で交換していろんな音質を楽しめるってとこなんだよ。上位モデルの M2S プロと互換性があるんだね。全部送ってくれればもっと詳しくレビューできたんだけど、まあ仕方ないか。自分で外して交換。アイにはできそうもないな。そうでもないよ。でもサンプル送ってもらっておいて言うのもあれだけど、2個外してから2個つけるわけでしょ。面倒だよね。いいんですか？そんなこと言って。どうかな。でも多分これ見てる人はめんどくさそうって思ってると思うよ。発想としては悪くないし、むしろ私はこういうの好きなんだけど、どうせならこれがカナル型でできればもっと面白いのにって思ったもんでさ。でもやっぱり難しそう。部品なくしそうだし。イントラコンカ型は日本ではあんまり需要ない印象もあるよね。なるほど。今回は最初からネガティブなんですね。大丈夫ですか？もちろん。いや、第一印象は実際こんな感じだったんで、先に言っておこうと思って。でも、ここからが本題なわけよ。私自身、イントラコンカ型ってあまり持っていないんだよ。理由は簡単で、音質に期待できないから。外出時には音漏れと外音が聞こえてしまうから。だけど、メリットもあって、その装着感の軽さゆえ、長時間の使用に適している。閉塞感がないので、音が広がる。没入せずに周りの状況がわかる。ってことなわけで、リモートワークが増えた今の時代では、リモート会議に使える。会社で使用の場合、周囲の音が聞こえる方が都合がいい。会議の音はイヤホンで聞きながら、周囲の音も入ってくるのがいい。こんな場合でも、骨伝導タイプ同様、イントラコンカ型は使える。でも、有線ですよね。あはは、痛いとこついてきたわ。じゃあ無線化すればいいじゃん。ってわけで、こんな風に小型のトランスミッターとレシーバーが一体になったやつで無線化してるよ。送信側次第で aptX-LL でもつなげるから、遅延の心配もないし、マイクも内蔵していて、会議で試してみたけど実用レベルだったよ。でも、また線ありますよね。じゃあこれでどうだ。 TRN-BT20S Pro の接続端子を MMCX に変えて M0 装着。これで TWS 化完了。基本カナル型のイヤホンに長さが合っているから、イントラコンカだとちょっと短くて写真見たくピタッとしないから音楽には向かないけど、逆にこの隙間でより周囲の音は聞こえるから会議には向いてる。実際さっき会議に使ってみたけどよかったし。なるほど。でも音質に期待できないって言ってませんでした？それがこの M0 を聞いてびっくりだったんだよ。これなら音楽もかなり良い感じで聴けるって思ったよ。波形はこんな感じ。陰遊の BK2 っていう2000円ぐらいのモデルとの比較だけど、中域の出方がかなり違って、 BK2 はモコッとする感じがあるんだけど、 M0 は音がこもらなくて綺麗に伸びる。だから小さいヘッドフォンしてるみたいな感覚で音楽が響く。多分骨伝導ではこうはいかないだろうね。波形だと低域が随分出ているようですけど。ああ、それは同音感がイントラコンカ用じゃないからだよ。実際は装着時に低域が少し抜けるから、ここまでは残らないね。だから波形測定もあくまで参考程度ね。正確に測るのは難しいけど、比較ならできると思ってやったんだよ。それと人の声の帯域がよく出てるから声の聞こえが良くて、ドラマでのセリフがまあ自然なこと。ここもポイント高いんだよ。そうなんですか。そんなにいいなら一つ欲しいな。別にモジュール交換しなくてもいいんだし。いいと思うよ。カナル型と違って収録が難しいので、あくまで参考程度ですが、 M0 と BK2 の音質比較動画を作ってみましたので、ちょっと聞いてみてください。
に音が良ければ今までのネガティブな意見も覆るってことですか？その通り。この質感には本当に驚いたもの。開放的で臨場感があって耳に優しい。で、そうなると別のモジュールも試したくなってくるわけ。この M0 は3000円台前半で、とりあえず1本で満足しちゃってるけど、音楽がこれだけ心地よく聴けるとなると、が全部知りたくなってきちゃってね。会議用にしとくのもったいない。サンプル追加で送ってくれないかな、なんてね。そこは自分で買いってことですよ、きっと。だよね。スメイバ M0 はモジュール交換ができるのが最大の特徴ですが、まずこのベースモデルに興味が持てなければ全てが始まらないので、レビューとしてはちょっと変則的だったかもしれませんが、まずは M0 のコスパと音質の良さをお伝えしたかったわけです。イヤホンが好きな方って多分いろいろなモデルに興味がおありだと思うので、このスメイバ M0 もきっとハマると思います。ということで、モジュール交換が可能なスメイバ M0 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。